漢字がやっぱ得意ですね。それぞれいいよ。それはありえないです。それ原田くんが間違ってるのか。こんにちは。今日はですね、日本語の先生が JLPT N1 の過去問をやってみたら満点取れるのか満点取ります。頑張ります。けど甘すぎですよ。もう1回に難しいかも。外国人として5年前就業した時に結構日常ではない言葉たくさん出たので、そう言われるとめちゃめちゃプレッシャープレッシャーですけど頑張りたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、それでは今回ですね、日本語の先生が一人で試験をしてもつまらないと思うので、ゲストの方をお呼びしてます。では外国人代表ダイムさん。はい、皆さんこんにちは。中国出身なので漢字自信持ってます。期待大ですね。はい、はい、それと一般の日本人代表原田さんです。はい、皆さんこんにちは。 TCJ のスタッフです。でも私先生じゃありません。自然に日本語を話しているネイティブスピーカーの日本人一般人代表として来ていただきました。お願いします。お願いします。今回 N1 の試験ですね、3時間以上かかるということで2本に分けてお送りします。1本目は言語知識読解、2本目で聴解をやってみたいと思います。ぜひ2つご覧ください。はい、それでは早速試験を始めたいと思います。はい、じゃあダイムさん頑張ってください。では一般人代表、はい、原田さんお願いします。久しぶりです。ですよ用ね意。しました。それでは今から試験スタートです。はい、お疲れ様でした。ではここから採点をしていきたいと思います。はい、早先生自信はありますか？冒頭の勢いはちょっとなくなってしまったかな。お、さすが日本人です。すごい漢字がやっぱ得意ですね。マジで。あら。おっと。終わったわ。あ、じゃあ。これは32は私と原田さん同じ答えですか？8。それぞれいいよ。それはありえないです。それ原田くんが間違ってるのか。普通に。全部正解だった？そう、すごい。マジで？ではお疲れ様でした。丸付けが終わりました。じゃあまず自分の間違えた数を公開しましょうか。はい、読解の部分について間違えたところは、はい、私は、5つ間違いがありました。はい、お疲れ様です。難しいな。はい、先生は正解、全部正解でした。もちろんそうですよやめね。てください。やめてください。2つ間違えました。お疲れ様です。いや、お疲れ様でした。ダイムさんは？皆さん一つだけ間違えました。すごい。ダイム先生。大悟先パチ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 。生、本当にすごい。読解が得意です。得意今までなんだ。ずっと得意でした。おかしいな。合ってると思うんですけどね。けど悔しい。逆に全部、もう全部正しいと思ったけど1問だけ間違えた。では最初問題1全部で6個。これは漢字ですね。はい、はい、漢字6問中6問正解。 OK、 大丈夫ですね。はい。じゃあ問題2、3どうですか？大丈夫ですね皆さん。正解でした。 OK です。いいよ。ちなみに17番でダイムさん何て読むか知ってますか？目下目下と思った意味はわかると思う。わかりますね。意味がわかる。そうなんか目の下に一番今の感じですよね。うん目下じゃないですか？そう、音読み訓読みの違いですね。もっかと読みます。でも意味は合ってます。音読み訓読みの違いだけ。皆さんもっか知らない人、目下と思う人、コメントで教えてください。じゃあ次4番、ここから意味の問題になりますね。はい、これ皆さん大丈夫ですか？正解でした。全部すごい。21番。24。
原田さ間違えちゃった。ん養う。養う。だからこう育てるとかこう、そういう何マンにしましょう。会社を養う。会社は養わないですね。そう、養うは一般的にその子供、家族を持って言いますね。中国人みんな例えば植物を養うとか、あともうなんか虫動物を養うとか中国語とぴったり一致してるから、多分皆さんよく誤解しやすいところだと思います。JLPT 私今までの経験の中にその出た時は全部家族とか子供を養う組み合わせみたいな感じでいつも質問の中に出てくる。はい、じゃあ次の31から35でちょっとここそっか審議ですね。問題は驚いたことにその小学生は高校レベルの数学の問題をスラスラとはい。選択肢は1、解けるとは、2、解けるものなら、3、解いたまでだ、4、解いてみせた。原田さん、はい、私は4番ですよね。驚いたことにその小学生は高校レベルの数学の問題をスラスラと解いてみせた。自然ですよね。自然ですよね。でも答えは1番解けるとは日本のバラエティ番組を見ていて頭の中に自然にその番組のナレーションみたいな流して高校レベルの数学の問題をスラスラと解けるとはみたいな番組よく見てください外国人の皆さん助かります本当に。はい、で次は並び替えの問題です。事件ですね。はい、はい、私たち丸をつけててずっとそれでおかしいっていう意見だったんですよ。そう質問はこの映画はあまりにも正直で1234でコメディ作品だ。はい、私たちはこの映画はあまりにも正直で真面目すぎるがゆえに周りの人とのトラブルが絶えない男の日常を描いたコメディ作品だ。こういうふうに読んだんですよ。そうなんですよ。もうこれは本当に。だってこれ、まず日本語としては合ってる。なるほど、日本語としては合ってるんですよね。合ってます。へー、言いますもんね。逆に私の方は正直にそこまで考えてなくて、ただ選択肢だけ見て周りの人々とのトラブルが絶えない真面目すぎる男の日常を描いたがゆえにコメディ作品だ。なんか男の日常絶対結婚できない男のドラマ皆さん見たことあります？私の頭の中にこの男の顔をすぐに思い出してがゆえにはあんまり正直にちょっと忘れちゃってあんまり使ったこともなくて、3つの前かこの3つの後ろかで考えたら後ろの方が多分絶対前より正しいと思うからそういう風に選んだだけです。正しい文章を教えてください。はい、じゃあこの映画はあまりにも正直で周りの人々とのトラブルが絶えない真面目すぎる男の日常を描いたがゆえにコメディ作品だ。言われたらまあなんかそんな気もするけどって感じですね。日本語難しいですねやっぱり。そのやっぱ読解って量が多いじゃないですか。であと時間が迫ってるっていうところで、これかなって選んじゃうからいけないんですよね。読解をする時のコツみたいなのあるんですか？ありますね。長文がよくあるじゃないですか。で長文のしかしとか大事なところを先に見ちゃう。それで曖昧なところはもうちょっと一回振り返りしてみるとこれはコツだと思う。N1 を合格するためのそういう方法があったってことですね。そうですね。あと私感じたのが最後のなんか資料を見てこの質問、回答するのは結構簡単すぎると思って、私間違えちゃったんですけどそこはちょっと油断したら、もう
ダメになっちゃう。もう一回見たら簡単ですよね。そう見たら書いてあったんですよ。これだねって決めて、じゃあ、つけちゃったら次の文章にただしって書いてあったんですよね。ああ、そうそう。あといろんな短い文章と長い文章があるじゃないですか。で短い文章だと先に文章をざって見てすぐにやる。であと長い文章だと質問を先に見るっていうのはポイントです。質問はどこが大事なのか、どこを見たらいいのか考えながらで文章を読むのがおすすめです。なるほど。はい、じゃあ先生勉強になりました。ありがとうございます。大事ですよ。はい、それでは皆さん試験お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、ちょっと皆さんの感想聞いてみたいと思います。一般人代表原田さん、私からいかがでしたか？正直言ってすごくびっくりしました。問題難しくないって思ったし、これ解き方にコツがいるじゃないですか。ちゃんと日本語が話せるだけじゃなく試験の準備が必要なんだなって思いました。そうですね。日本語のネイティブの方なので、そのいかにこう自分が自然と使っちゃってるってこともありますよね。私だったらこう言うからこれかなって思ったら違ったっていうのがありましたね。文系がだんだん会話口調になってきてしまってっていう方を選んでしまった。でもね、思った。答え合わせしてる時になんでって聞かれた時があったじゃないですか。そうなんでって言われても説明できないんですよ。私たちが普段使ってるからこうなんですとしか言えないから、それね説明できるのすごいですね、先生。さすが先生。ありがとうございます。間違えましたけど。はい、じゃあすごい高得点だったライムさん、感想をどうぞ。私感じたのが今回言語知識読解の部分じゃないですか。けどやっぱりなんか実際に今使っている文法も普通に日本の企業で働いている感じ、もうアヌさんの文法でもよく使ってるなってよく自分が思いますね。なんか実は N1 合格しても日本の小学生6年生のレベルにしか相当しないっていうことを聞いたことあります。日本で生活をして話せる日本語の、勉強なのか、N1 試験に合格するための対策なのかっていうのは結構大きく分かれるなと思いました。例えば日本に留学したい、日本で働きたいであれば面接が大事で、なのでその合格点数だけだとなんか書類選考ができるけど面接は絶対落ちると思います。なので面接のためにやっぱりもう会話能力とかコミュニケーション力、目が見えないルール、文化をちゃんと理解しないとなかなかコミュニケーションも通じない場合が多いと思います。いろんな日本人と話したりとか、私が思った一番大事なところだと思います。もうそれは TCJ が得意なところなのではいなるほどですねでは今回は言語知識読解をやってみました。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。次はですね